ことわざとは、古くから言い伝えられてきた短い言葉です。皆さんの国にもことわざがあると思います。これらの言葉は長い間の観察や経験、知識の積み重ねを通して出来上がってきたものです。その言葉は覚えやすく読んでいて、なるほど、その通りだなと思わせてくれます。生活する上での知恵や真実が短い言葉から感じられます。このことわざを生きる上で心の支えにしている人も多くいます。今日はたくさんのことわざの中から私の好きなことわざを5つ紹介します。それらのことわざから何かを感じていただけたら大変嬉しいです。継続は力なり。継続は力なりということわざがあります。このことわざは小さなことでもコツコツと努力を続ければ大きな成果を得ることができることを示しています。私はこのことわざを信じて頑張ろうと思ったことが何度もあります。しかし、実際はやろうと思ったことを続けることが難しいのです。昔、英語の単語を3000語覚えようとしたことがありました。1日15覚えることを目標にしました。1ヶ月で300語、10ヶ月で3000語になります。ノートに単語のスペルを書いて、声に出して覚えていきました。最初の1週間は続いたのですが、その後はやったり、やらなかったりでした。結局、1ヶ月後には覚えることをやめてしまいました。飽きてしまったことや、モチベーションが下がったことが原因だったと思います。今になって考えてみると、小さな目標を段階的に設けたり、続けられる工夫をしていたらよかったと思います。努力を続けることが本当に大事だということを、継続は力なりのことわざからつくづく感じさせられます。笑う門には福来たる。近所の太郎さんの家はいつも笑い声が絶えず幸せそう。まさに笑う門には福来たるだね。笑う門には福来たるということわざは、笑いの絶えない家庭や人々には自然と幸福が訪れるという意味があります。日常生活で何か辛いことや悲しいことがあっても、いつも笑顔で朗らかでいれば、自然と幸せがやってくることを表しています。また、希望を持っていつも明るく朗らかでいれば、きっと良いことが起こるだろう、という意味もあります。そのため、落ち込んで元気がない人を励ます言葉として使うことがあります。笑う門には福来たるという言葉は、笑う、門、福、来たるの4つの単語に分けられます。笑うは、笑顔でいる様子、微笑み、嬉しさなどを意味します。門とは、家、家族、家庭などを意味します。家の門ではありません。福は、幸福、幸せ、縁起の良いことなどを意味します。来たるは、何かがこちらにやってくることを意味します。それでは、
本当に笑いが絶えない家や人に幸せがやってくるのでしょうか。笑っていると幸せそうに見えるだけではないかと思っている人もいるかもしれません。しかし、近年、脳の働きの研究が進み、笑うことは、その人の心身の健康に良いことが分かってきました。また、いつも笑っていることで、その人の人生や、周りの人にも良い影響を与えることがあるようです。笑うことで、次のような効果が期待できると言われています。1、脳の働きが活発になる。2、血行が良くなる。3、自律神経の働きを整える。4、自分が幸せであると感じる。5、痛みを抑える作用がある。6、周りの人間との関係が良くなる。笑顔には、まだまだ解明されていない力が秘められているように思います。楽しく感じられない時でも、笑顔を作ってみてください。心が明るくなって気持ちが楽になります。ぜひ、生活の中に多くの笑顔を取り入れたいものです。失敗は成功のもと。2023年、日本で新たに開発したロケット H3 は1号機の打ち上げに失敗しました。対策を講じて2024年2月、2号機が初めて打ち上げに成功しました。7月にも3号機が打ち上げに成功しています。開発に関わった職員の方が話された打ち上げ当日の様子をお伝えしたいと思います。打ち上げの十数時間前、大型ロケットを発射台に移動させます。この時は H3 ロケットに関わってきた全員が一緒に歩いて見送ります。1号機失敗の原因を究明し、対策を徹底して今回の打ち上げに臨みました。誰の表情もすがすがしく、やりきったぞ、という気持ちが溢れていました。打ち上げに失敗した時は、誰もががっかりしたに違いありません。このロケット開発の歩みは、失敗の原因究明や対策を徹底的にやれば、成功へとつながることを教えてくれています。まさしく、失敗は成功のもとということわざ通りですね。失敗は成功のもとということわざは、ロケット開発などの大きな挑戦だけに使うものではありません。家族や友達が何かをやってうまくいかなかった時も、失敗は成功のもとと言って励ましてあげます。普段から気軽に使って良いのです。失敗を恐れて挑戦することをやめてしまうのはよくありません。失敗は成功への通過点です。大事なことは、先ほどのロケット開発の話のように、失敗の原因をしっかり究明し、改善を重ねることです。そうすることで、結果的に自分も成長することができると思います。良い花は後から。大学生のゆいさんは、研究論文を書いています。しかし、
実験結果をうまく論文にまとめることができないでいます。周りの友達は、すでに論文を完成させています。ゆいさんは、内心穏やかではありません。自分だけが取り残されたようで、焦りを感じていました。そんな時、先輩のみさきさんが、良い花は、後からという言葉があるでしょう。焦らずじっくり時間をかけてまとめれば、優れた論文が書けると思うよ、と励ましてくれました。良い花は後からということわざは、早く咲く花よりも、時間をかけて育った花が美しいという意味を持っています。焦らずじっくりと取り組むことが大切であることを示しています。急いでやってできたとしても、それはおそらく満足できるものではないでしょう。じっくり時間をかけなければ、優れたものはできないものです。良い花は後から、と同じような意味で使われることわざに、大器晩成があります。大きな器が完成するまでには、多くの時間がかかるという意味です。これを人間に例えるなら、才能や器量を持った人物が、望みや計画を成し遂げるまでに、長い時間がかかることを示しています。何事も急いでやろうとすると、良いことはありません。物事にはじっくり取り組みたいものです。思い立ったが吉日。思い立ったが吉日ということわざがあります。吉日とは、暦の上で縁起の良い日を指し、祝い事などを行うのに適した日とされています。吉日は、吉という漢字が示すように、喜ばしい、または良い日を意味します。このことわざは、何かを始めようと思ったら、その日を吉日と考えて、すぐに行動に移すのが良い、ということを言っています。つまり、行動することを先延ばしにせず、すぐに実行することが重要だと、私たちに教えてくれています。思い立ったが吉日は、自分にも他の人にも使えることわざです。自分に対しては、自分の気持ちを奮い立たせるために使います。健康のために、毎日30分、ジョギングをすることにしよう。思い立ったが吉日、早速今日から始めよう。このように自分を励ませば、モチベーションも上がります。友達が、ビジネスのプロジェクトで、新しいアイデアを思いついたのですが、提案するかどうか迷っています。そんな時、友達に、アイデアが採用されるかどうか、心配なのはわかるよ。でも、思い立ったが吉日で、勇気を出して提案すべきだよ。と励ますために使います。ここまで、私の好きなことわざを5つ紹介してきましたが、いかがでしたか？5つのことわざから何か印象に残るものがあれば幸いです。皆さんの国にもきっと多くのことわざがあり、心の支えになっているものもあると思います。そんなことわざがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。
次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。